さあ乗ろうか。はい、乗ろうか。うるさい。あ、1号車だっつってたよ。1号車前の方、向こう。お、雨土。よいしょ。最後の駅舎。さあ今日は雨土で、今鳥取ですけど、ここから出雲市までこの列車に乗ります。雨土。ん？何文句言ってんの？なんか言いたい。何か言わないと。おとなしく座っとれよお前は。なんかこんなのも。はい、今回はねJR 西日本の観光列車、雨土に乗車して、鳥取から終点出雲市までおよそ3時間半のゆったりとした旅をしてみたいと思います。雨土は、神話の国出雲と大山稲葉を結ぶ、山陰の自然と文化をテーマにした観光列車ですね。車両はキロ、47型機動車といって、中国地方を走り続けてきたキハ47型車両をベースにして観光列車として丁寧に全車グリーン車に改装して、運行されています。車体は鮮やかな紺碧色と銀色のツートンカラーに色分けされて、日本海の深い青と古代から発展したたたら製鉄をイメージしたものになってます。山々と海に挟まれた山陰の風景にとてもよく馴染みます。観光列車雨土が走るのは山陰本線と木次線です。雨土は2018年から運行を開始して今年で7年を越しました。鳥取から出雲市間がメイン路線ですけど、城崎温泉から鳥取、米子から木次線の出雲横田の間も走ってます。昔、鳥取の町に小さな宿屋がありました。最初の客として泊まった一人の旅商人で、宿屋の主人は親切にもてなしました。木次線は奥出雲オロチ号が2023年11月まで走ってたんですけど、車両の老築化に伴い運行が終了しました。その後継を雨土が担ってます。今日は鳥取から出雲市に向けて日本海沿いを進みながら島根に向かいます。今回の目的地の出雲は日本神話の舞台として知られる土地です。全国の神々が集うとされる出雲大社を中心に、今も神話の世界観が暮らしの中に息づいてます。旧暦の10月は神様が出雲に集まるので、一般的には神無月と言いますけども、出雲では神有月と言います。特に今日出雲大社では午後7時から、神迎え祭というのが開催されます。全国から集まった神様をお迎えする神事で、出雲に着いたら行ってみようと思います。すげえ、こんなの、なんかすごいすげえ凝ってるねこれ途中アテンダントさんがおみくじを持ってきてくれたんですけど、この折り方見てください。すごく凝ってるでしょ。
はい、ま私負けていいね。あんた買って。あ、じゃあこれも開けて。お、ウサギがある。試練をバネにピョンと冷や。ああ、いいね。またこの地域は日本の古代から近世にかけて発達した製鉄技術たたら製鉄が栄えた場所でもあります。砂鉄と木炭を使い人の手で鉄を生み出してきた歴史は出雲の神話や文化とも深く結びついています。雨土はそんな神話と産業、自然と人の営みをつなぐように山陰を走っていきます。北栄町、ちょっと停車時間があるんで少し降りることができます。はい、由良駅に停車しましたけども、ここは運転停車みたいにね、扉は開いてるんですけども、乗車下車はできない駅なんですね。でこの駅は漫画の名探偵コナンのね青山さんの、出身地の最寄り駅だそうで、駅の周辺にはコナンのキャラクターが並んでるようですね。ほら最古の駅舎だって。御厨駅は1902年に建てられた山陰地方で最も古い木造駅舎です。今の山陰線、以前はね山陰本線と言ってましたけども、これの敷設計画は1894年の日露戦争前からあったんですけどね、1902年に境港から御厨の間で開通したのが始まりになります。当時、境港は日本海側の重要拠点として、栄えてましたので、そこから山陰方面の点が始まったのかなって思いますね。でこの駅舎は開業当時の姿のままということなので、100年以上前の姿を残したまま今も現役で使われているようですね。列車の旅の途中で少しだけ時間が止まったような感覚になります。南東には大山が経由区間を走ります。なんか食べるのが欲しいですね。食べることですか。食べるもの。これどら焼き1個いくらなの190円でございます。え190円でございます。本当じゃあ2つもらおうかな。ありがとうございます。米子から先は山陰でも特に水辺の風景が印象的な区間です。
町を抜けると窓辺の向こうに広がるのは中海。海のようで湖でもある。一応比嘉水系になるんですけど、潮位の影響を受けて淡水と海水が混ざる汽水湖です。旗振ってる八雲にも旗振ってる。松江は島根県の県庁所在地で城下町として栄えてきました。松江を過ぎると車窓の主役は宍道湖へと移ります。湖面の面積は日本国内で7番目の広さを持ってます。穏やかな湖面と空の色を映す水辺、時間帯や天候によって全く違う表情を見せてくれるのが宍道湖の魅力です。列車は湖岸に沿って進み、出雲の気配が少しずつ近づいてきます。そして列車は出雲市に入り、比嘉川を渡ります。出雲平野を流れる大きな川、古くからたびたび洪水が起こっており、これがヤマタノオロチの伝説の元になったという説もあります。この川を越えると終点出雲市がもうすぐです。ありがとうございました。落ちる。おーい。あ、出雲市駅に着いた。じゃあここから出雲大社まで歩くか。なんだろう、仕掛け時計なのかなこれ。修理すればいいのに、こんなのもったいないな。出雲大社までは一畑電車を利用するのが一般的ですけど、時間もあったので旧大社線の廃線跡をたどって徒歩で行ってみることにしました。ちなみに一畑電車は車内放送を聞いているとね、どうしても道端電車って聞こえてしまうんですけど、僕だけですかね。大社線は1912年に開業。出雲市から大社駅まで全長 7.5 キロの路線でした。途中出雲高松駅と荒茅駅っていうんですかね、その2つの駅があったみたいです。かつて列車で向かった道を今日は自分の足でたどります。この先にあるのは今も変わらず多くの人が訪れる場所、出雲大社へ向かうもう一つの参道です。ホーム川のほとりの廃線跡を歩いていると、出雲高松駅のプラットフォームが見えてきました。少しね雑草で覆われてますけども、しっかりプラットフォームの面影がね見て取れるんじゃないかと思います。もう名板が錆びても何も。この路線は出雲大社への参拝客を運ぶために作られた鉄道です。国鉄時代には名古屋や大阪からの急行列車がこの先の大社駅まで直接乗り入れていました。全国から多くの人が列車に揺られて神の国出雲を目指していたのです。しかし JR になってからは普通列車のみの運転になりました。利用者も減少して輸送密度が基準を下回ったことから1990年に大社線は廃止されました。今線路は撤去され列車の姿はありません。けれど道の幅や緩やかなカーブ、街の中に残る余白がここに鉄道があったことを静かに伝えています。
盛り上がったところから多分鉄橋がこうかけられて、あそこにつながってたよね。これ行けるかな。なんかけど行けそうやな。行くぞ。大丈夫だよ。これずっと行くの。すごいな。大丈夫だよ。あ、ほら全然大丈夫やん。もうここまで来たら入り口だけだよ。入り口だけ。大丈夫やろ。さっきの入り口はちょっとね躊躇しましたね。けど少し足を踏み入れたらもう普通に歩けるようにね輪立ちがついてましたんで大丈夫でした。けどここは大師線の、線路のあったとこね、また復帰。ちょっと外れたけど今復帰しました。よいしょ。これもプラットフォームやで。踏切があったね。この香りがすごいね。肥料の香りが。なんだこれ。出雲市駅から2時間近くかけてようやく旧大社駅に到着しました。1912年に開業した JR 大社線の終着駅です。出雲大社への玄関口として全国各地からの参拝客を迎えてきました。重厚な木造駅舎は重要文化財です。残念ながらメンテナンス中で内部が見ることができませんでしたけど、当時の面影を今に伝えています。さあ来たよ、出雲大社。出雲大社の境内に入ると空気が少しずつ変わっていくのを感じます。日本神話の舞台として知られる出雲大社、全国の神々が集うとされる特別な場所です。かつては長い旅路の終点としてここにたどり着いた人も多かったのかもしれません。観光列車でたどってきた旅はここで一つの終点を迎えます。参拝を終え海に向かいます。ここ伊佐野浜では神々を迎える神事、神迎祭が行われます。漆黒の海を背に静かな祈り。出雲では今神々を迎える夜が始まろうとしています。この日は神事が始まる直前に流れ星が流れ、参加者を祝福しているようでした。もう見えない。瞬間よ。
観光列車雨土で始まった山陰の旅。列車を降り歩き神話の世界へとつながる一日でした。旅はここで終わりますけれど、また列車に乗れば次の物語がきっと始まります。